のささやきの朗読や俺がそのマッチングアプリを入れたのはただの暇つぶしだった。仕事が終わって帰るだけの毎日、誰とも深く関わらないまま時間が過ぎていくのが少しだけ気になっていた。だから軽い気持ちで始めたんだ。登録をして何人かとやり取りをして会わなければ終わる。そんな繰り返しになると思っていたし、それで十分だった。最初の数日は本当にどうでもよかった。名前も顔も覚えていない相手と短いやり取りをして終わる。画面の中でだけ誰かとつながってすぐに切れる。それだけのもの。ただ夜になると無意識にアプリを開くようになっていた。ベッドに寝転がって親指で画面を流す。知らない誰かのプロフィールをただ眺めるだけの時間。その日も同じだったはずだった。画面をスクロールしていたとき、ふと指が止まった。一番上に見慣れない表示が出ていた。おすすめ度 100%。一瞬意味がわからなかった。このアプリ、どれだけ相性が良くても80とか、そのくらいしか見たことがないんだ。100% なんて極端すぎる。だけど俺は気になってタップをした。表示されたプロフィール、同い年の女性。写真は自然体でどこにでもいそうな雰囲気。作り込んだ感じがないのになぜか目に残る顔だった。その子の名前は相沢美咲。その時はただそれだけだった。違和感に気づいたのはプロフィールを読み進めてからだ。地元が同じ、よく使う路線も同じ。学生時代に通っていたエリアも近い。ここまでは偶然でもあり得る。でもその先が妙だった。好きな音楽、休日の過ごし方、苦手な食べ物。内容が似ているだけではない。選び方が似ている。例えば、有名なものの中でも少し外したものを挙げていたり、わざわざ細かく言い換えていたり、それが自分の癖に近かった。文章の書き方もそうだ。短く区切るところ、余計な説明を省く感じ。読んでいて、ふとした瞬間に思った。これ、自分が書いたみたいだなって。だけどすぐに打ち消した。そんなわけがない。でも一度そう思うと、そこから離れなくなる。気味が悪いのに画面を閉じれなかった。むしろ、もっと確かめたくなったんだ。俺は気づいたら、いいねを押していた。理由はわからない。ただ見ているのをやめたくなかったんだ。そして数分後、通知が来た。マッチング成立。だけど早すぎると思った。まだ相手はアプリを開いていたのか、それともずっと見ていたのか。そのままメッセージ画面を開く。するとすでに一通届いていた。短い一文。やっと見つけた。それだけだった。だけど普通なら引っかかる言い方だと思う。でもその時の俺は、なぜかそれを自然に受け入れていたんだ。むしろ、どこか納得しているような感覚すらあった。少し迷って返信しようとした。でも何を書けばいいのかわからなかった。そして結局、俺はそのままアプリを閉じた。その日はそれで終わりだった。なのに布団に入って目を閉じても頭の中から離れない。相沢美咲という名前。プロフィールの細かい内容。写真の背景までやけにはっきりと思い出せる。まるで何度も見たことがあるみたいに。寝返りを打つ。するとふと気づいた。
俺はあの人のことを何も知らない。聞いていない。会話もしていない。それなのにどうしてこんなに知っている気がするのか。その違和感に気づいた瞬間、ポケットの中でスマホが震えた。こんな時間に。俺は嫌な予感がして画面を見る。アプリの通知、新着メッセージ。俺はそれをゆっくりと開いた。まだ起きてるよね。俺は一瞬時間の感覚が狂った。時計を見る。深夜2時過ぎ。返信なんてしていない。オンライン表示も切っている。それなのにどうしてわかるんだ。部屋の中は静かだった。外の音もほとんど聞こえない。その静けさの中で自分の呼吸だけがやけに大きく感じた。視線が無意識に部屋の中をなぞる。玄関、窓、カーテン、全部閉まっている。誰もいない。それでもどこかから見られている感じだけが消えなかった。もう一度スマホを見る。新しいメッセージが追加されていた。静かだね。その一文を見た瞬間、背中にはっきりとした寒気が走った。静かだね。ただの言葉のはずなのに意味が違って聞こえた。まるでどこかから実際に見て言っているみたいに。俺はすぐにアプリを閉じた。スマホの画面を伏せる。考えすぎだと自分に言い聞かせた。深夜だし、たまたまタイミングが重なっただけ。そんなこといくらでもある。俺はそう思って無理やり目を閉じた。でも眠れなかったんだ。頭のどこかでずっと引っかかっている。やっと見つけた。まだ起きてるよね。静かだね。どれも短いのに妙に具体的で逃げ場がない。気づけば朝になっていた。俺はほとんど眠れないまま仕事に向かった。通勤中、何度もスマホを確認した。あれから新しいメッセージは来ていない。それなのに安心できなかった。むしろ来ていないことの方が不気味だったんだ。そして昼休み、俺は何気なくアプリを開いてみた。すると相沢美咲のプロフィールが更新されていたんだ。昨日とほとんど同じ。でも細かい部分が変わっているんだ。好きな映画の欄。そこに書かれていたタイトルが昨日見た動画と同じだった。投稿したわけじゃない。これは誰にも話していない。ただ家で一人で見ていただけ。俺はスクロールする。他の項目も微妙に変わっている。休日の過ごし方、最近ハマっているもの、どれも今の自分に寄ってきている。偶然では説明できない。そこで俺は初めて自分の SNS を確認した。鍵はかけていない。過去の投稿を遡る。写真、位置情報、何気ない一言。思っていたよりも細かく残っている。時間帯も場所も全部。辿ろうと思えば辿れる。嫌な想像が現実味を帯びる。その時スマホが震えた。メッセージが届いた。今日の帰り道、コンビニ寄るでしょ。俺は息が止まった。その予定は確かにあった。でも誰にも言っていない。自分の中で決めていただけだ。俺は反射的にアプリを閉じた。その日は予定を全部変えることにした。寄り道をせず、まっすぐ帰る。人通りの多い道を選んで、何度も後ろを確認しながら歩いた。誰もついてきていない。それでも安心できなかった。部屋に入り、鍵をかける。チェーンもかけた。そしてカーテンも閉める。一つ一つを確認して、ようやく息をついた。その時スマホが震えた。見なくてもわかる。ゆっくりと画面を開いた。
帰ったんだ。短い一文。それだけで体の奥が冷えた。窓の外を見る。だけど暗いだけで何も見えない。でも見られている感じだけがはっきりと残る。それからの数日は同じことの繰り返しだった。プロフィールは更新され続ける。自分の生活に合わせて少しずつ変わる。メッセージは必要最低限。でも全部が確信をついてくる。家を出る時間、帰る時間、部屋で何をしているのか、どこまで知っているのかわからない。そしてその範囲が少しずつ広がっていく。そしてある夜、決定的なことが起きた。シャワーを浴びて部屋に戻った時だ。スマホに通知が来ていた。アプリのメッセージ。そのシャンプー、匂い強いよね。その瞬間全身の血が引いた。さっきまで使っていたものだ。最近変えたばかりで誰にも言っていない。というより、部屋の中にいないとわからない情報だった。ゆっくりと視線が動く。部屋の中、誰もいない。窓はもちろん閉まっている。鍵もかけた。なのに確実に内側の情報を知られている。その時にふと気づいた。玄関の方、違和感。足音を殺して近づいてみた。ドアの前で止まる。ゆっくりと下を見た。ドアポスト、わずかに開いているんだ。普段は閉まっているはずの隙間。そこから冷たい空気が入ってきている。その隙間の奥、暗闇、何も見えない。でも確実に誰かがそこにいた気配が残っている。俺は後ずさった。心臓の音がうるさい。その時ポストの隙間から何かが落ちた。乾いた音、床に小さな紙片。俺はそれを震える手で拾った。折りたたまれていた。開く。中に書かれていたのは見慣れた文字。それは自分の字によく似ている。でも微妙に違う。そこに書かれていたのはたった一行。やっとここまでわかったね。その瞬間スマホが鳴った。通知。見なくてもわかる。だけど見てしまう。画面にはまた新しいメッセージ。次はちゃんと会おうか。その一文の意味を考えたとき、玄関の向こうで小さく何かが擦れる音がした。一度だけではない、ゆっくりと確かめるように、ドアの表面をなぞるような小さな音。呼吸が止まり、体が動かない。視線だけが玄関に固定される。もう一度音がする。今度は少しだけ強く。そこにいる。そう確信した瞬間、スマホが震えた。画面を見る。新しいメッセージ。そこにいるよ。喉がひりついた。分かっていることをわざわざ言葉にされる怖さ。逃げなきゃいけない。頭では分かっているのに足が動かなかった。その時ドアノブがゆっくりと下がった。音はしない。ただ確実に動いている。鍵はかけたはずだった。チェーンも。なのにわずかにドアが開いたんだ。ほんの数センチ。暗い隙間。そこから誰かが覗いているんだ。目だけが見えた。モニター越しではない生の視線。はっきりとこっちを見ている。一瞬時間が止まったように感じた。そのままゆっくりとドアが閉まる。カチッと小さな音。完全に閉じた。それは何もなかったみたいに。数秒遅れて体が動いた。一気に玄関へと走る。ドアに手をかける。もちろん鍵はかかっている。チェーンもそのまま。だけど俺に開ける勇気はなかった。その場に立ち尽くす。心臓の音だけがうるさい。
その時またスマホが震えた。今の見たでしょ？指先が震える。続けてもう一通。ちゃんと現実であったね。その言葉ではっきりとした。これはただのネットのやりとりではない。もうとっくに現実に来ている。俺は後ずさる。距離を取りたいのに部屋は狭い。どこにも逃げ場なんてなかった。その時に気づいた。ベランダのカーテン、わずかに揺れているんだ。閉めたはずなのに。俺はゆっくりと近づき手を伸ばす。カーテンを開ける。誰もいない。そのはずだったんだ。でも手すりに何かが引っかかっている。長くて黒い髪の毛。風もないのにわずかに揺れている。その瞬間背後で音がした。振り返る。玄関の方。さっきまで閉まっていたはずのドアが今度ははっきりと開いていたんだ。音なんて聞こえなかった。そしてそこに立っている相沢美咲。写真と同じ顔。でも画面越しではない分細部まで分かった。服装も違う。もっと普通で現実的でどこにでもいそうな格好。だからこそ余計に現実だった。その子はゆっくりと部屋に入ってくる。ドアを閉め、カチッと鍵の音。そいつは内側からかけたんだ。俺は完全に閉じ込められた。声も出ないし、体も動かない。ただ近づいてくるのを見ているしかなかった。数歩手前で止まった。距離はもうほとんどない。そこで初めてはっきりと顔を見た。笑っているわけではない。でもどこか満足そうだった。ね？合ってたでしょ？声は普通だった。落ち着いていて柔らかい。だから余計に異常だったんだ。好きなものも生活も全部。一歩近づく。全部調べたんだから。その言葉に現実が確定した。この女は偶然じゃない。全部意図的に作ってきたんだ。俺に合わせて、俺を調べて、俺に近づくために。その時スマホが震えた。画面を見るとアプリが開いている。そして新しい通知。おすすめ度 100%。表示されているのは相沢美咲。そしてその下に小さく追加された一文。距離0メートル。視線を上げるともう目の前にいた。手が伸びる。俺は逃げようとした。でも掴まれた。強くないのに外せない。ね、これでわかった？耳元で静かに言われた。ちゃんと 100% にした意味。言葉が頭の中に残る。理解してしまった。100% は相性なんかじゃなかったんだ。逃げられない距離まで詰めたって意味なんだ。その瞬間体の力が抜けた。抵抗する気力が消える。俺に最初から選択肢なんてなかったんだ。するとゆっくりとスマホの画面がまた変わった。新しい通知。おすすめ度 97% の相手が見つかりました。別の名前、知らない誰か。でもそのプロフィールの一部に見覚えのある言葉がある。それは自分が昔書いた文章。消したはずの投稿。誰にも見せていないはずの内容。だがそこにあるんだ。安心して。相沢美咲の声、すぐ近くで聞こえた。ちゃんと残してるから。意味がわからなかった。いや、わかりたくなかった。次の人にも必要でしょ？その一言で全部つながった。この女は
一人で終わらない。俺の情報も生活も癖も全部次の誰かに使われる。同じように近づくために、同じように 100% にするために。スマホの画面には新しい相手のプロフィールが表示されたまま、そのおすすめ度がゆっくりと上がっていく。97%、98%、99%。その横で相沢美咲が静かに笑った。ね、すぐだよ。100% になった瞬間、画面が軽く震えた。それからどれくらい経ったのかわからない。気づいたとき、部屋は元通りだった。ドアは閉まっている。鍵もかかっている。誰もいない。スマホだけが手の中にある。画面にはあのアプリ。何も変わっていないように見える。ただ一つだけ通知が残っていた。マッチングしました。相手の名前は知らないものだった。でもプロフィールを開いた瞬間、はっきりと分かった。その中に自分の生活が混ざっている。俺はアプリを閉じる。アンインストールしようとしたんだ。だけど指が止まる。意味がないと分かってしまっているんだ。もう外に出てしまっている。データも情報も全部。それでも画面を閉じた。その直後にスマホが震えた。見なくてもわかる。それでも見てしまったんだ。最後のメッセージを。まだ途中だから。その一文の意味を考えたとき、玄関の向こうでまたあの擦れる音がした。これは俺がまだ自分の顔と若さだけで人生なんてどうにでもなると思っていた頃の話だ。今になって思えば、あの頃の俺は誰かの気持ちをまともに考えたことはなくて、一度もなかったのかもしれない。自分がどう見られているか、自分がどれだけ得をしているのか、そんなことばかりを無意識に受け取って、それが当たり前だと思っていた。たまたま生まれつき顔立ちが整っていただけで、小学校の頃から女子に名前を覚えられ、中学では学年の違う子にまで噂されて、高校に入る頃にはもうそういう扱いに驚くことすらなくなっていた。別に自分から誰かを好きになって追いかけた記憶はあまりない。向こうから寄ってきて、向こうから好意を見せてきて、俺はその中から見た目や雰囲気で相手を選ぶだけだった。それが普通だと思っていたんだ。あの日までは。高校2年の春、放課後、俺は校舎裏に呼び出された。特に珍しいことではない。むしろ何度も経験してきた光景だった。どうせまた誰かが告白をしてきて、俺が適当に断るのか、気分次第で付き合うのか、その程度の軽い出来事のはずだったんだ。校舎裏はやけに静かだった。部活の声は聞こえているのに、なぜか距離が遠く感じる。風も吹いていないのに、空気だけが妙に冷たかった。その時は気のせいだと思っていたんだ。そこに立っているのはゆいだった。同じクラスの女子で名前と顔は知っている。だけどただそれだけの存在。特別可愛いわけでもなく、目立つわけでもない。気づけばそこにいるような、そんな印象のやつだった。けれどその時のゆいは少しだけ違って見えた。俺の方をじっと見ていて、その視線になぜか妙な引っかかりを覚えた。瞬きがやけに少ない。というより、ずっと見られているような感覚があって、目をそらしたくなるのになぜかそらせなかった。好きです。付き合ってください。声は小さかった。それなのに、やけにはっきりと耳に残った。ほんの数秒の沈黙の後、
俺は何も考えずに口を開いた。ごめん、顔がタイプじゃないから君とは付き合えない。それはいつも通りの断り方だった。深く考えたこともないし、これで問題が起きたこともない。ゆいは一瞬だけ目を伏せた。そしてそれから小さくうなずいた。そっか、時間無駄にしちゃってごめんなさい。そう言ってゆいはそのまま背を向けた。だけどその時少しだけ違和感があった。普通なら少しくらい振り返ったり何か言いかけたりするものだと思う。でもゆいは一度も振り返らなかった。迷いも未練も何も残っていないみたいに、まっすぐ前だけを見てそのまま歩いていった。その背中を見ていたはずなのに、なぜか記憶が曖昧で、気づけばその姿はもう視界から消えていた。その時の俺はそれを特に気にすることもなかった。ただのよくある出来事の一つとしてすぐに忘れてしまったんだ。そしてその後すぐ俺は別の女と付き合うことになる。名前はレミ。クラスでも目立つ存在で、いわゆるマドンナってやつだった。明るくて愛想も良くて、誰に対しても分け隔てなく接する。見た目も当然申し分なかった。俺はそんな奴から告白をされて断る理由なんてなかった。むしろ周りからすれば当然の組み合わせだったと思う。付き合い始めた頃は本当に何も問題はなかった。むしろできすぎているくらいで、俺自身も少しできすぎだなと思うくらいだった。異変に気づいたのは1ヶ月くらい経った頃だった。最初は本当に些細な違和感だったんだ。人がいない場所に行きたがるようになった。放課後も人気の少ない場所ばかり選ぶようになった。俺がその理由を聞いても曖昧に笑ってごまかされるだけだった。そしてある日、二人きりになった瞬間だった。それまでの空気が急に変わった。本当に切り替わったみたいに。さっきまで笑っていたはずなのに表情が消えた。声のトーンも少しだけ低くなっている。そしてその日を境にレミは少しずつ、いや確実におかしくなっていった。人前では今まで通りの完璧な彼女。でも二人きりになるとまるで別人だった。気に入らないことがあると平気で手が出た。最初は軽く押される程度だったものが次第に強くなり、やがて俺は殴られるようになった。蹴られることもあった。罵声も容赦がなかった。でもその話を誰かにしても信じてもらえることはなかった。あいつは人前では完璧すぎたんだ。むしろ俺の方が何か問題を抱えているように見られていた。俺は親友のレンに話をした。だけど信じてもらえなかったんだ。笑って流されたわけではない。ただ本気で理解されなかったんだ。その時に俺は初めて思った。逃げ場がないってこういうことなんだなって。だから俺は耐えることを選んだんだ。別れればいいなんて簡単に言える状況ではなかった。何を言っても通じない。誰も味方になってくれない。だったら終わるまで待つしかなかったんだ。卒業の日までただただひたすら耐え続けた。あの頃の俺はまだ気づいていなかった。もう全部始まっていたことに。レミの異常はそれから止まることがなかった。むしろ日を追うごとにエスカレートしていった。だけど人前では相変わらず完璧だった。誰にでも優しくて、笑顔を絶やさなくて、教師からの評価も高かった。だからこそ余計にたちが悪かったんだ。二人きりになった瞬間、そのすべてが消える。あの笑顔も声も全部が偽物だったみたいにスッとなくなる。最初の頃は何か理由があるんじゃないかと思っていたんだ。機嫌が悪いだけとか、たまたまだとか、
そうやって自分に言い聞かせていた。でもそれが間違いだと気づくのに、そんなに時間はかからなかった。ある日、ほんの些細なことで怒られた。何を言ったのか、正直もう覚えていない。ただレミにとっては気に入らなかったらしい。その時だった。何の前触れもなく腹を殴られた。息が詰まって声も出なかった。そしてそのまま壁に押し付けられて、耳元で低い声が聞こえた。ねえ、ちゃんと考えて喋ってる？その声がやけに冷たくて、感情が一切乗っていないように聞こえたのを覚えている。それからだった。殴る蹴るは当たり前になった。少しでも気に障れば容赦はなかった。理由なんて関係なかったんだ。ただその瞬間の気分で俺は傷つけられた。それでも別れることはできなかった。というより、別れるという選択肢が現実的ではなかった。あいつは周りからの信頼が厚すぎた。もし俺が何かを言っても信じてもらえないのを分かりきっていた。むしろ俺の方が悪者になる可能性すらあった。実際、レンに相談した時も似たような反応だった。心配はしてくれた。でもそれだけだった。考えすぎじゃないかとやんわり言われて終わった。その時俺は完全に理解した。俺は一人なんだって。だからもう耐えるしかなかったんだ。終わりがあるとすれば、それは卒業だけだった。そこまで行けば、強制的に関係は切れる。そう思ってただ日々をやり過ごした。時間が過ぎるのを待つだけの毎日は、やけに長く感じた。学校に行くのが怖くなった。そして放課後が何よりも怖かった。それでも逃げることはできなくて、ただ流されるままに日々を消費していった。そしてようやくその日が来た。卒業式。あの日の空気だけは妙に覚えている。解放されるという気持ちがあった。やっと終わるという安堵があった。その反面、どこか現実感が薄くて、全部夢なんじゃないかと思うくらいだった。卒業してしまえば、もう会うことはない。そう思っていた。だけど実際その通りになった。俺は進学もせず、そのまま働くことにした。レミは大学に行くと言っていたから、生活が完全に分かれる。それを利用すれば、自然に関係も終わるはずだった。そしてそれはうまくいった。しばらくすると、あいつはあっさりと別の男を作った。大学で出会ったやつらしい。噂で聞いた話だと、そいつも相当モテるタイプだったらしい。正直その時は少し笑った。ああ、そういうやつなんだなって、妙に納得したんだ。俺はやっと解放された。本当に、やっとだった。殴られることも、怯えることももうない。それだけで十分だった。俺はそれ以上何も望まなかった。いや、望めなかった。そしてそれからの生活は驚くくらい普通だった。仕事をして、帰って、寝る。休みの日も特に何かをするわけでもなく、ただ時間が過ぎていくだけだった。女と付き合おうなんて全く思えなかったんだ。あんなことがあった後で、また誰かと深く関わるなんて考えただけで疲れた。気がつけば4年が過ぎていた。あっという間だったのか、それとも長かったのか、自分でもよくわからない。ただ一つ言えるのは、その間、俺の中で何かがずっと止まったままだったっていうことだ。そんなある日だった。会社の同僚と久しぶりに飲みに行くことになった。仕事終わりのよくある流れだった。たわいもない話をして適当に酒を飲んで、それで終わるはずだった。その時加藤がふと思い出したように言った。そういえばさ、出会い系とかやってないの？
俺は思わず苦笑した。もう女なんてゴリゴリだ、と自然に言葉が出た。過去にあったことを軽く濁しながら話した。すると加藤は少しだけ驚いた顔をしてからすぐにいつもの調子に戻った。まあでも見るくらいならいいだろ。その言い方が妙に軽くて深く考えるのが馬鹿らしくなった。確かに見るだけなら問題はない。どうせ本気で誰かと付き合う気もなかった。ただの暇つぶしだ。その時はまだ知らなかった。それが全部つながっていたことに。そして俺がもう一度あの時と向き合うことになるなんてこれっぽっちも思っていなかった。あの日加藤に教えられた出会い系サイトは思っていたよりもずっと普通だった。もっと怪しいものを想像していたが、実際はどこにでもありそうな作りで、登録している人間も特別変わっているようには見えなかった。最初のうちは本当に見るだけだった。仕事から帰ってなんとなく開いて適当にスクロールをして閉じる。それだけの繰り返しだった。誰かにメッセージを送ることもなければ、やりとりを続けることもなかった。そもそもそこまでの記録がなかったんだ。画面越しのやりとりですらどこか面倒に感じていた。それでも続けているうちに少しずつ慣れていった。ただ眺めるだけだった時間がいつの間にかプロフィールを読んだり、相手の写真を気にしたりするように変わっていった。結局のところ、俺も普通の男だったというわけだ。どれだけ嫌な思いをしても、時間が経てばそういう気持ちはどこかで戻ってくる。それがいいことなのかどうかはわからなかったが、その時の俺は特に深く考えていなかった。ただなんとなく、もうそろそろいいかもしれないと思っただけだった。その日、初めて自分からメッセージを送ってみた。何人かに軽く挨拶をして、そのうちの一人から返事が来た。それが沢渡優衣だった。名前を見たとき、ほんの一瞬だけ何かが引っかかった気がした。でも、それが何なのかわからなくて、そのまま流してしまった。よくある名前だ。それだけのことだと思った。やりとりは驚くほどスムーズに進んだ。というより、少しだけできすぎているように感じた。メッセージを送ればすぐに返ってくる。内容もこちらに合わせてくるような妙に心地のいい距離感だった。初対面のはずなのに変な気遣いがいらなかった。まるで前から知っている相手と話をしているみたいだった。そこでまた少しだけ違和感を覚えた。でもその時は都合よく解釈をした。相性がいいんだろう、と。それだけの話だと。やりとりを続けていくうちに、会話の内容も少しずつ踏み込んだものになっていった。過去の話、仕事のこと、大学時代の思い出。どれも特別珍しい話題ではなかった。ただ一つだけ妙に気になることがあった。向こうは俺の話をよく覚えていた。一度軽く触れただけのことでも次の会話で自然に出してくる。それだけなら記憶力がいいで済む話かもしれない。でも時々話していないはずのことまで知っているような感覚があった。それはほんの些細なズレだった。確信が持てるほどではない。でも確実に何かがおかしかった。ある時に何気なく言われた一言が妙に引っかかった。そういうの昔から苦手だよね。その文章を見た瞬間、指が止まった。昔から、その言い方が妙に現実味を帯びていた。俺はそんな話をした覚えがなかった。少なくとも昔からなんて言い方をされるような情報は出していないはずだった。俺は少し迷ってから軽く聞き返した。どういう意味？と。すると返ってきたのはあっさりしたものだった。
なんとなくそんな気がしただけ。それ以上深く触れてくることはなかった。まるで最初からその話をするつもりがなかったみたいに。その時俺はやっぱりおかしいと思った。でも同時にそれを追求するのが面倒になっている自分もいた。やりとりは楽だった。不快になることもなかった。それなら多少の違和感には目をつぶってもいい。そんな風に自分に言い聞かせていた。結局そのままやりとりは続いた。そして数日後、自然な流れで会う話になった。断る理由はなかった。むしろ、ここまで来て断る方が不自然だった。日時と場所を決めて、あっさりと約束は成立した。待ち合わせの日が近づくにつれて、少しだけ落ち着かない気持ちがあった。楽しみというよりは、妙な引っかかりに近い感覚だった。理由はわからない。ただ、どこかで何かが噛み合っていないような、そんな違和感が残っていた。そして当日、待ち合わせ場所に向かう途中、俺は何度か周囲を見回した。別に誰かに見られているわけではない。わかっているのになぜか気になったんだ。背後に視線を感じるような気がして、思わず振り返る。でも、そこには誰もいない。ただ人が行き交っているだけだった。その感覚は、最近になって何度か感じていたものと同じだった。いつからかはわからない。気づいたらそうなっていた。無言電話がかかってきたこともあった。出ても何も聞こえない。すぐに切れてしまう。だけどそれが一度や二度ではなかった。ただそれも深く考えないようにしていた。偶然だと片付けていたんだ。そうでもしないと余計なことまで考えてしまいそうだったからだ。待ち合わせ場所に着いたとき、すでに相手は来ていた。人混みの中でもすぐに分かった。写真で見た通りの整った顔立ちだった。むしろそれ以上に感じた。一瞬で目を引くような美人だったんだ。沢渡結衣、そう呼ばれていたその女は、ゆっくりとこちらを見て微笑んだ。その笑顔に違和感はなかった。少なくともその瞬間までは。ただ一つだけ、どうしても拭えない感覚があった。どこかで見たことがある。どこかで聞いたことがある名前。そんなはずはないのに、その感覚だけが妙に強く残った。思い出せない。でも確実に何かが引っかかっている。それでも俺は、そのまま足を止めることもなく、彼女の前まで歩いていった。ここで引き返す理由はどこにもなかった。そう自分に言い聞かせながら、そしてその選択が間違いだったと気づくのは、もう少し後のことになる。俺は沢渡結衣の前に立った。近くで見ると、やはり整いすぎているくらいに整った顔だった。肌も目元も髪の質感も、どこをとっても隙がない。作られたみたいに綺麗だったんだ。そのはずなのに、妙な違和感だけが消えなかった。初対面のはずなのに距離感が近いんだ。それでいて不思議と不快ではない。むしろ自然に受け入れてしまいそうになる。その感覚が逆に気味が悪かった。俺は軽く挨拶をして近くの店に入った。そこで他愛のない話もした。仕事のことや休日の過ごし方、好きな食べ物、どこにでもあるような会話だった。ぎこちなさもなく、むしろ会話はよく弾んだ。ただその中にいくつか混ざっていたんだ。小さな違和感が。ねえねえ、高校って楽しかった？ふとそんなことを聞かれた。少し意外だったが、特に深い意味はないと思って適当に答えた。楽しかったと思う、と。実際には後半はほとんど記憶に残っていなかったが、それをわざわざ言う必要もなかった。そしてゆいは軽くうなずいた。それだけだった。
でもその表情がほんの一瞬だけ変わった気がした。うまく言葉にできないが、納得したようなそんな顔だった。そして会話はそのまま続いた。だが徐々に違和感は増えていった。さりげない一言が妙に引っかかる。忘れるの得意だよね。その言葉に思わず手が止まった。冗談のようにも聞こえるし、ただの何気ない一言にも聞こえる。でもなぜか笑えなかった。適当に返事をしてその場は流した。けれど頭のどこかに残り続けた。店を出た時にはもう夜になっていた。自然な流れで駅まで一緒に歩くことになった。その途中で陸橋を渡ることになった。人通りは少なかった。車の音は聞こえているはずなのになぜか遠く感じた。街灯が一定じゃない感覚で明滅している。風はないのに妙に空気が重かった。そしてその時ふと気づいた。さっきまで普通に話していたはずなのにゆいが静かだった。横を見るとゆいは前を歩いたまま歩いていた。その表情がさっきまでと違っていた。笑っていない、無表情だったんだ。そしてそれはどこかで見たことがあるようなそんな顔だった。足がわずかに止まった。その瞬間、ゆいが口を開いた。ねえ。その声ではっきりと分かった。違う、さっきまでの声ではない。少しだけ低くて温度がなかった。そしてゆいはこっちをゆっくりと見た。そして静かに笑った。やっと思い出した？その言葉を聞いた瞬間、頭の奥で何かがつながった。校舎裏、静かな空気、瞬きの少ない目、振り返らなかった背中。一気に記憶が蘇った。え？ゆい？思わずそう口に出していた。目の前の女は嬉しそうに微笑んだ。変わったでしょ。その言い方がやけに軽かった。頑張ったんだよ。まるで褒めてもらうのを待っているみたいだった。でもその目だけはあの時と同じだったんだ。顔がタイプじゃないだっけ？心臓が大きく跳ねる。逃げなきゃいけないと頭では分かっていたんだ。でも体が動かなかった。足が地面に張り付いたみたいに動かないんだ。そしてゆいが一歩だけ近づいた。その距離がやけに近く感じる。ねえ。そう呼ばれて反射的に顔を向けた。その瞬間だった。軽く押された。本当に軽くだった。力なんてほとんど感じなかった。でもそれだけで十分だった。体が後ろに傾いた。バランスが崩れる。手すりに手を伸ばそうとしたが間に合わなかった。視界が反転する。夜の空と街灯の光がぐるりと回った。落ちる。そう理解した時にはもう遅かった。一瞬だけ上が見えた。陸橋の上に立つゆいの姿。その口がゆっくりと動いた。あの日からずっと好きだったよ。今も大好き。声ははっきりと聞こえた。今度こそ向こうで付き合おうね。そして次の瞬間、視界が途切れた。強い衝撃と耳を裂くような音。そこで意識は完全に消えた。そして数日後、とある出会い系サイトの中で一つのアカウントがずっとオンラインのままだった。名前は沢渡ゆい。ログアウトされることはなく、誰かからのメッセージにも静かに反応し続けていた。まるで次の相手を待っているかのように。